皆さん、こんにちは。たぬきおやじ流、Excel の正しい使い方チャンネルへようこそ。私はご案内役の赤さなです。どうぞよろしくお願いします。たぬきおやじの好きな言葉。なせばなる、なさねばならぬ何事もなさぬは、人のなさぬなりけり。すべては、一人一人の意欲から始まる。時代も違う二つの言葉ですが、心は同じ。レッツ、ビギン。さあ、始めよう。イントロダクションのスタートです。たぬきおやじ流とは、たぬきおやじが、Excel ユーザーとして、製造業の現場で経験してきた、継続し、繰り返され、引き継がれる業務。この業務の中で、たぬきおやじが積み上げてきた数々の失敗の経験と、オフィス田中の田中先生や石田先生のセミナー、沼口さんのモダンエクセルを業務で使うブログ、加賀田さんのパワー BI XYZ などで勉強させていただいた知識をもとに、継続し、繰り返され、引き継がれる業務でのエクセルの正しい使い方を、たぬきおやじなりにまとめ、常に最新化しながら、有志参加型の社内勉強会として開催してきた考え方を、さらに、ブラッシュアップしたものです。Excel の好ましくない使い方。オフィス田中の田中先生が、セミナー等で、Excel の好ましくない使い方というものを紹介しています。私も、この考え方を支持して、Excel の正しい使い方を社内に広めようと、有志参加型の社内勉強会を開催してきました。それでは、Excel の好ましくない使い方とは、どんな使い方なのかをご紹介したいと思います。Excel の好ましくない使い方。それは、まず最初にアウトプットの表を作ります。次に、その表にデータを入力します。さらに、計算式を入力します。そうですよね。まさしく表計算ソフトの使い方なんです。この使い方のどこが好ましくないんですか？って話なんです。それは、Excel が歴史を持っているからです。確かに、Excel は、表計算ソフトとして生まれていますから、これが当たり前の使い方なんです。ですが、Excel が発売されてすでに30年余り。30年も経つと世の中変わるんです。すでに、時代はビッグデータ、クラウド時代なんです。この時代に、この使い方は、さすがに時代遅れなんです。その場限りだったらいいんです。ちょっと電卓代わりになら。でも違うでしょ？業務って継続するんです。そして繰り返され、引き継がれていくんです。そんな継続する業務で、この使い方はもう無理なんです。ですから、まず、この使い方から卒業することから始めましょう。Excel 脳から DX 脳への第一歩は、アウトプットの表にデータをインプットしてはいけない。大事なことなので、もう一度言います。アウトプットの表にデータをインプットしてはいけないんです。さらに言うと、アウトプットの表を次の処理に使ってはいけないんです。これって、見るためのアウトプットでしょ？印刷するかもしれませんが、結局見るためのものなんです。それなのに、このアウトプットを次の処理のインプットに使っている方、いませんか？そして、そのコピペ処理が大変だからと、RPA にコピペ作業をやらせて、得意満面になっていませんか？そもそも、Excel の使い方を間違っているんです。そこに気づいてください。間違いを放置して、他の道具で間違いを見えなくしないでください。Excel を正しく使えば、アウトプットを次の処理に使う必要はないのです。インプットから次の処理に必要なデータを作って、それを次の処理に使えばいいんです。そうすれば、コピペ作業も必要ないですし、RPA も必要ありません。継続し、繰り返され、引き継がれる業務は、
シンプルなことが一番です。Excel を正しく使って、シンプルな業務改善を心がけましょう。その手順必要ですか？あなたは、前後のプロセスの担当者と雑談したことありますか？あなたは、後ろの工程の担当者が欲しいデータを提供できていますか？ Excel を正しく使うとは、技術だけではなく、使う人への思いやりを込めるということなんですね。アウトプットの表にデータをインプットしてはいけない理由をお話しする前に、そもそもデータとは何？ということをご紹介しましょう。データとは、情報の表現であって、伝達、解釈、または処理に適するように形式化され、再度情報として解釈できるものと定義されています。再度情報として解釈できるもの、ここ大事ですよね。なぜなら、データは使うものです。保存しておくものではありません。それを踏まえて、この表はデータですか？そうです。皆さんがよく作るアウトプットの表です。答えはデータです。皆さんは、これらの数字を情報として解釈できるでしょ？解釈できるからこそ、この表をアウトプットとして作っているのですから、紛れもなくデータですよね。でも、皆さん、Excel は、この数字を皆さんのようには解釈できないんです。そして、そのことは、皆さんが一番よくご存知です。なぜなら、皆さんは、この数字を使うとき、使いたいセルにイコールを入力して、使いたい数字のセルをクリック。そうです。セル参照を自分でして使っているでしょ？ Excel が数字を解釈して使ってくれないから、自分で解釈して使っているわけです。そして、最近では、RPA を使って、これらの数字を認識させて、業務の自動化、効率化とか言って喜んでいるわけです。おいおい、そもそも Excel の使い方間違ってるんだよ。そこに気づいてよって話なんですけどね。そうなんです。Excel を正しく使えば、これらの数字を Excel が認識して、Excel の機能で処理してくれるんです。これらの数字を使うのに RPA なんて必要ないんです。RPA を否定する気はありません。RPA にしかできないこともありますから。でも、ここは RPA の出番じゃない、Excel を正しく使うという本質を正すべきです。Excel にとって、この表はデータではないんです。アウトプットの表にデータをインプットするという使い方が間違っているんだということをまず理解しましょう。Excel にこれらの数字をデータとして認識させる方法とはどんな使い方なのか？その方法を次のページでご紹介しましょう。皆さんが作るアウトプットの表の数字は、Excel はデータとして認識できないということは分かっていただけたと思います。では、それらの数字を Excel にデータとして認識させるには、どうすればよいのでしょうか？ Excel にデータとして認識させるには、それは右側の図のようなリスト形式の表にすることなんです。リスト形式の表とは、1行目が見出し行、2行目以降に1データ1行でデータを配置する方法です。このようにすることで、9785という数字が2020年度、鈴木さんの関東地区の A 商品の金額と Excel が認識できるわけです。Excel がこれらの数字を認識できれば、これらの数字を Excel の機能を使って処理できるわけです。そこには RPA なんていらないんですよ。ただ、このデータを準備するのが面倒なんです。しかも、皆さんが欲しいのはアウトプットの表です。だから、いきなりアウトプットの表を作る方が簡単なんです。でも、ここで言っている Excel の正しい使い方は、継続し、繰り返され、引き継がれる業務での正しい使い方なんです。このような業務では、いきなりアウトプットの表を作ってしまうと、
その業務を繰り返さなければならないんです。だから RPA なんて言い出すんです。ここで、皆さん、頭を切り替えてください。Excel がダメだから RPA が必要じゃないんです。皆さんの Excel の使い方が間違っているから RPA が必要なんです。そして、このビッグデータ、クラウド時代に、マイクロソフトも時代に即した機能を追加しました。それがテーブル機能です。このリスト形式の表には、作る上で、いろいろなお作法があるんです。でも、そんなこと、知らないですよね。皆さん、いきなりアウトプット族ですから。ですから、お作法を知らないいきなりアウトプット族の皆さんにも、知らなくても、お作法に沿って、リスト形式の表が作れるように、導入されたのがテーブル機能と言ってもいいかもしれません。ここでは、リスト形式の表を作る上でのお作法と、それに関連するテーブルの機能をご紹介しましょう。リスト形式データのお作法とテーブルでの機能。1行目は見出し行。見出し行は必ず1行で複数行にしてはいけない。テーブルでは物理的に1行目は見出し行になりますし、複数行にはできなくなっています。見出しには同じ名前は使えない。見出しは空白にはできない。テーブルでは見出しに同じ名前を入力すると、自動で連番が追加された名前に変更され、同じ名前の見出しを入力することはできません。見出しの名前をデリートキー等で削除すると、自動で列1等の列に連番がついた名前が自動設定され、空白にすることはできません。リスト形式データのお作法とテーブルでの機能。データ範囲でセル結合を使ってはいけない。セル結合は見た目の体裁を整える機能です。アウトプットや印刷の際の体裁を整える以外の場面で使ってはいけない機能です。特に、インプットのデータや計算処理の段階では、絶対に使ってはいけません。そのため、テーブル範囲にアクティブセルがある状態では、ホームタブの配置グループにあるセルを結合して中央揃えや、セルの書式設定ダイアログの配置タブにあるセルを結合するコマンドは、グレーアウトして利用できなくなっています。また、セル結合された範囲をテーブルに変換すると、セル結合は解除されます。リスト形式データのお作法とテーブルでの機能。データは1データ1行。規定では、データを区別しやすくするために、テーブル内の行に、網掛けまたは縞模様が交互に適用されます。つまり、1データが1行で構成されていることを示しています。規定では、未入力の列にイコールで始まる計算式を入力すると、その列は集計列となり、入力した計算式が列全体に自動作成されます。データは1データ1行なので、テーブルの一つの列内で違う計算を行ってはいけないのです。まして、ここで、小計や中計など計算しては、絶対にいけません。また、間違って違う計算式を入力してしまっては困るのが普通です。そのため、集計列の1行の数式を書き換えると、その集計列内のすべての行の数式が変更されるように、集計列の機能がサポートしてくれます。リスト形式データのお作法とテーブルでの機能。データは1データ1行。テーブルでは、構造化参照式というものが利用可能です。ここでは、構造化参照式の詳細には触れませんが、構造化参照式を簡単に入力する方法だけご紹介しましょう。皆さん、G2 セルに金額を求める計算式を入力するとき、どのような方法で入力するでしょうか？ G2 セルに E2×F2 と直接入力しませんか？それでも計算はできるのですが、テーブル内では、その計算式を使ってほしくないのです。なぜなら、テーブル内では、構造化参照式という視認性に優れた計算式が使えるからです。
構造化参照式を簡単にわかりやすく入力する方法は、計算式を参照モードを使って入力するということです。参照モードとは、イコールを入力して、計算式の入力をする際に、対象のセルを選択して、計算式を入力する方法です。画面の例の場合、G4 セルにイコールを入力して、左矢印キーを2回押して、単価を表示、アスタリスクを入力して、左矢印キーを1回押して、数量を表示し、最後に、エンターキーを押して、計算式を確定という方法です。余談ですが、ここでマウスを使わないでくださいね。テーブルの列方向の移動だけなので、左矢印キーで十分です。この構造化参照式が、なぜ、視認性が優れているかというと、通常の計算式イコール F4×E4 のように、列番号と行番号を組み合わせたセル番地ではなく、イコール単価×数量のように、テーブルの列の名前が使われているので、どの列とどの列を計算しているのかが、一目でわかる計算式になっているのです。つまり、テーブルの列は A 列や B 列ではなく、単価列、数量列のように、テーブルの見出しが列の名前なんです。前振りが長くて、本題が何か忘れてしまいましたね。ここでの本題は、データは1データ1行です。この構造化参照式にも、データは1データ1行ということが仕込まれているのです。それが式内に表示されるアットマークです。このアットマークを、あえて日本語に直すと、この行のという意味なんです。つまり、データは1データ1行ですから、テーブル内の計算で、他の行と計算する必要はないのです。いいえ、他の行と計算してはいけないのです。だから、このように、この行の単価×この行の数量という計算式が自動設定されるわけです。このように、テーブルには、皆さんにやってほしくないことをさせない機能が満載です。このような機能を無視してテーブルを使う方がいますが、そんな使い方をするから後から困るんです。Excel は素直に使いましょうね。ここまでテーブルについて紹介してきましたが、このテーブル機能が Excel に追加されたことで、Excel の使い方は今までとは全く違うものになります。それは Excel なのにセルを使わないということです。あ、それは言い過ぎですね。これからの Excel はデータはセルに入力しないですね。そうなんです。これからの Excel はデータはすべてテーブル化が基本です。そして、それが Excel で始める DX の第一歩なんです。テーブルについては、もう少しお伝えしたいことがあります。それはまた後ほど。テーブルにデータを入力することは理解できましたか？でも、皆さんが欲しいのはアウトプットの表ですよね。そうなんです。皆さんはアウトプットの表が欲しいんです。データをテーブルに入力すれば、Excel がデータとして認識してくれますから、Excel の機能を使ってテーブルから欲しいアウトプットの表を作ればよいわけです。Excel にはテーブルからアウトプットの表を作る機能があるんです。それがピボットテーブルの機能なんです。テーブルから一番簡単にアウトプットの表を作る Excel の機能はピポットテーブルです。なぜなら、ピポットテーブルはデータからアウトプットの表を作る機能なんです。そのままじゃんって話ですよね。テーブル機能が追加される前のピボットテーブルは便利な機能だよね。でも、残念、標準機能ではデータの増減に自動対応できないよね。いまいちだね、だったんです。しかし、テーブル機能が追加され、データソースをテーブルにして、ピボットテーブルを作れば、テーブルのデータ増減に自動対応できるようになり、テーブルとピボットテーブルは最強コンビになりました。特に、
継続し、繰り返され、引き継がれていく業務。そんな業務では、テーブルとピボットテーブルを使うべきです。ピボットテーブルの作り方を簡単に説明します。まず、テーブル内の一つのセルを選択します。はい。ここ、ポイントです。皆さん、普段、対象セル範囲を選択して、リボンのコマンドをクリックしていませんか？Excel は、グラフを作るとき、フィルターや並び替えを行うときなど、いろいろな場面で、アクティブセル領域というものを認識して、その範囲を対象範囲にして処理を実行するように作られています。そうなんです。アクティブセル領域を意識した Excel の使い方をしていれば、ピボットテーブルなどを作るときに対象範囲を選択する必要はないのです。まして、今回はデータソースがテーブルです。テーブルのデータを使って、グラフ、ピボットテーブル、ピボットグラフなどを作る際には、テーブルのどこかの一つのセルを選択しておけばよいのです。そして、もう一つ、ピボットテーブルは、セル範囲をデータソースとして作成可能ですが、継続する業務では、セル範囲をデータソースに利用してはいけません。継続する業務では、テーブル化が最優先です。では、操作に戻りますね。挿入タブをクリックし、テーブルグループのピボットテーブルの文字の上のアイコン部分をクリックします。テーブルまたは範囲からのピボットテーブルのダイアログボックスが表示され、テーブル範囲がカラーリファレンスで囲まれて範囲選択されていることが確認できます。今回は、ここでは何も変更せずに、そのまま OK をクリックします。すると、新しいシートが挿入され、シート上にピボットテーブルエリアが表示され、さらに画面右側にピボットテーブルのフィールド作業ウィンドウが表示されます。ピボットテーブルにフィールドを追加するには、ピボットテーブルのフィールド作業ウィンドウで、フィールド名のチェックボックスをオンにします。この時、選択したフィールドは、数値以外のフィールドの場合は、行領域に追加され、数値フィールドは、値領域に追加されます。ちなみに、フィールドはドラッグ&ドロップすることで、別の領域に自由に移動することができます。それでは実際にフィールドを操作してみましょう。まず、指名フィールドにチェックを入れると、指名フィールドが行に追加され、シート上には、氏名の一覧が表示されます。次に在籍フィールドにチェックを入れると、在籍フィールドが、行の氏名の下に追加されます。この順番が気に入らないときは、在籍フィールドを指名フィールドの上にドラッグ&ドロップすることで入れ替えることが可能です。次に、金額フィールドにチェックを入れると、金額フィールドが値に追加されます。この金額フィールドにチェックを入れて、金額フィールドが値に追加されるということは、金額フィールドのデータに数値以外のものが含まれていないという確認になります。金額フィールドのデータに空白等の数値以外のものが含まれている場合は、行に追加されます。次に、日付と時刻の階層以外は、チェックボックスのチェックで列に追加することはできないので、受注日フィールドを列にドラッグ&ドロップします。最近の Excel の規定では、複数月に及ぶシリアル値で構成されるフィールドは、このように自動的に月単位にグループ化が実行されます。また、複数年にわたるデータの場合は、年や四半期でグループ化が実行されます。以上のような操作により、テーブルデータなどのデータソースからアウトプットの表が作れるのがピボットテーブルです。テーブルデータからピボットテーブルの機能を使ってアウトプットの表が作れることは分かっていただけたと思います。しかし、このピボットテーブルで作られた表、ただのアウトプットの表ではありません。ピボットテーブルは
データソースのデータの見た目を変える機能なんです。皆さんが作っている単なるアウトプットの表とは根本的に違うのです。ピボットテーブルのフィールドウィンドウでフィールドをドラッグ&ドロップするだけでアウトプットの表の構成を簡単に変更できるんです。皆さん経験ありませんか？アウトプットの表を上司に、これ軸を反転しておいて、と言われたこと。でも大丈夫です。ピボットテーブルなら、フィールドをドラッグ&ドロップするだけですから。ピボットテーブルは、規定ではデータソースと接続が維持されています。ですから、データソースにデータが追加されたら、対象のピボットテーブルを選択して、右クリックのコンテキストメニューから、更新をクリックすれば、最新のデータソースのデータをピボットテーブルに反映することができるのです。まさしく、継続し繰り返される業務には、ぴったりの機能なんです。さらに、現在では、スライサーやタイムライン機能が追加され、表示データを簡単に絞り込むこともできるようになっています。この機能を使わないという選択肢はないのです。他にも、ピボットテーブルには、いろいろな機能があります。それは、別の機会に詳しくご紹介しましょう。今作っているアウトプットの表、本当に必要ですか？継続し、繰り返され、引き継がれる業務では、よくあることなんです。あなたが作っているそのアウトプットの表を誰も使っていないという事実。使っていないわけではないけど、不要な情報の方が多いという事実。本当はテーブルのデータが欲しいなという事実。業務のやり方をツールを使って自動化するのではなくて、ツールを使って業務のやり方を変える。本当に今やってることが必要かってことなんですよ。そもそも業務でアウトプットで何を見たいんですか？それを見て何をしたいんですか？それは常に変化しているのです。だからこそテーブルにデータを蓄積して、そのテーブルをデータソースに必要なアウトプットを作る。そういう仕事に変えるべきだと思うんですよ。たぬき親父は。ここまでを一旦まとめてみましょう。題して、2015年までの Excel の正しい使い方です。2015年までの Excel の正しい使い方。まず、入力フェーズでは、テーブルにデータを入力する。いきなり、アウトプットの表を作るのではなく、まず、データをテーブルに入力するんです。次に、処理、出力フェーズですが、ここでは、ピボットテーブルを使って解決できないか考える。ピボットテーブルで解決できない場合は、他の Excel の機能を駆使して頑張る。ここで、大事なことは、ピボットテーブルで間に合う仕事は、ピボットテーブルで終わらせるということです。なぜなら、それが一番シンプルだからです。この2015年までの Excel の正しい使い方が、なぜ2015年までなのか？それは、2016年に Excel に衝撃的な機能が追加されたからです。この2015年までの Excel の正しい使い方は、一つのブックの中でのお話なんです。ここまでの Excel には、ブック間でデータをやり取りする方法がなくはなかったのですが、業務で効率的に一般的に使える機能ではなかったんです。ですから、入力、処理、出力を一つのブック内で行うのが一般的でした。2016年2月に公開された Excel 用アドイン、マイクロソフト Power Query for Excel の登場で、Excel の正しい使い方が劇的に変わる可能性が示され、Excel 2016で取得と変換という標準機能として、Power Query for Excel が利用可能になったことで、その方向性は決定的なものとなりました。マイクロソフト Power Query for Excel の登場。従来は入力、処理、出力を
一つのブックで行っていた処理が、マイクロソフトパワークエリ4 Excel の登場で、データソースとアウトプット用ブックを分離することが可能になったのです。このことは、Excel を使う上で、様々な効果をもたらせます。さらに、パワークエリでは、取得したデータソースを変換することも可能なので、マクロを使わなくても、データを使用に適した形に自動成形することが可能となりました。それだけではなく、成形した複数のデータを結合して、組み合わせることも可能になったのです。そして、クエリの結果は、従来の正しい使い方と同じように、ピボットテーブルのデータソースとして利用が可能なだけでなく、クエリの結果を直接テーブルに書き出すことも可能なんです。これを見て、皆さん、ワクワクしてきませんか？これからの仕事のやり方が大きく変わると。インプットだけじゃないテーブル。正しい使い方では、インプットで利用する機能として、テーブルを紹介しましたが、パワークエリの導入で、パワークエリの結果をシートに展開する際にも利用されるようになりました。挿入タブ、テーブルをクリックして作成したインプット用のテーブルは、デフォルトで青いテーブルが作成されますが、パワークエリの結果をシートに展開するときに作成されるテーブルは、デフォルトでグリーンのテーブルが作成されます。ということで、テーブル機能は、インプットでもアウトプットでも利用される機能になりました。最新版 Excel の正しい使い方。ここまでのお話をまとめてみました。まず、データソースが Excel の場合、まずデータをテーブル化する。これが第一歩ですね。Excel 以外のデータソースは、下手な加工はせずに、そのままアクセス可能な場所に保存する。ここでワンポイントです。CSV ファイルを皆さん、機関系システム等からダウンロードして使うと思うのですが、この時、絶対に Excel で開いて保存をしないでくださいね。CSV を Excel で直接開くと、Excel は余計なことをしてくれます。ですから、CSV を Excel で直接開いてはいけません。機関系システム等から CSV をそのまま保存しましょう。あとは、これらのデータソース群を使いたいアウトプット用ブックから、パワークエリを使って取得して、自由に組み合わせて使えばいいんです。そうなんです。データソース群はいろいろなアウトプットブックで使い回せばいいんです。ただ、効率的に使い回すには、データソース群の管理なども必要になってくるのです。では、その辺について、次のページでお話ししましょう。パワークエリの登場で、いろいろな種類のデータソースに接続し、変換し、結合して利用できるようになりました。そこで、パワー BI の世界では必須のデータモデリングについて、簡単にお話しします。皆さんが業務で手にするデータは、ほとんどの場合、データ分析用の形になっていない。データ分析をするためには、データを分析用に加工したり、整形しなければならない。つまり、データモデリングをする必要があるんです。分析の基本概念。物事は、見る角度によって、その見え方が違う。事実、ファクトの全体像を把握するためには、様々な次元、ディメンションから検証する必要がある。ディメンショナルモデリングとは、ラルフ・キンボール氏によって理論化されたデータ分析のためのモデリング手法。ファクトテーブルを中心に、ディメンションテーブルを周囲に配置する、スタースキーマを基本とする。ファクトテーブルとディメンションテーブル。スタースキーマを作成するためには、データを分析対象となるファクトテーブルと、
分析の断面、切り口となるディメンションテーブルに適切に分けることが重要となります。ここまで、パワー BI 勉強会で、鈴木玲さんが登壇された時の資料を抜粋でお見せしました。データモデリングを正しく説明するには、この後、リレーション、メジャー、ダックスと続くのですが、それは、またの機会にして、ここで、たぬきおやじが言いたいことは、インプットデータのテーブルには、ファクトテーブルとディメンションテーブルの2種類のテーブルがあって、ファクトテーブルとは、出来事や状態を記録したデータ。ディメンションテーブルとは、物事を定義したデータ。であり、これからの Excel の正しい使い方においても、これらを適切に分けて管理することが大切だ、ということです。ここまで、データモデリングの話を聞いて、皆さんあることに気がついたと思います。そうなんです。私たち Excel ユーザーは、これまで、ファクトデータを使って仕事をしてきたんです。データを紐付ける適切な機能がなかったので、当たり前といえば当たり前なのですが、しかし、パワークエリが利用できるようになったので、これからは、ディメンションテーブルが重要になってくるんです。皆さんの会社の中には、いろいろなマスターデータがあると思います。セキュリティの問題もあるので、一概には言えませんが、皆さんの会社のいろいろなマスターデータは、テーブル化されて公開されていますか？最新版にメンテナンスされていますか？これからの時代、CSV をダウンロードして、なんて時代ではないんです。Excel が直接マスターテーブルにアクセスして、最新のマスターを取得する時代なんです。マスターテーブルが最新版に管理され、適切なセキュリティのもと、利用できるようになっていること。これは、これからの企業の基礎体力と言われています。Excel の正しい使い方も、この方向に向かうのは、ごく自然な流れです。最後に、ディメンションテーブルとファクトテーブルをパワークエリを使って組み合わせた事例をご紹介しましょう。ここに表示したアウトプットの表を、ファクトテーブルをデータソースにして、ピボットテーブルの機能で作ることはできません。なぜなら、ファクトデータには発生したデータしかないからです。ですから、私たち Excel ユーザーは、ファクトテーブルにラミーデータを追加するなど、いろいろな工夫をしてしのいできました。しかし、もう、その必要はないのです。ディメンションテーブルである、社員マスターやカレンダーマスターを準備して、パワークエリを使って、ファクトデータをマージすれば、このアウトプットの表を作ることができるのです。さらには、社員マスターやカレンダーマスターをメンテナンスすることで、アウトプットの表の社員一覧等を最新の状態に保つことも可能となります。これが、これからの Excel の正しい使い方なんです。たぬきおやじ流 Excel の正しい使い方チャンネルでは、正しい使い方を広めるべく、関連動画を随時追加する予定です。気に入っていただけたら、チャンネル登録とベルボタンの設定をよろしくお願いします。さあ、始めよう。